こんにこんにちちは。は。今週の鳥海さんの深掘りです。今、海外から帰国の時に必要な手続き、ビジットジャパンウェブとは。さて、今回は年末、そして年始に海外へ行かれた鳥海さんが羽田空港に帰国した際に必要なビジットジャパンウェブを中心に、現在の日本帰国時の最新状況について深掘りをしてくださいます。はい。ですね、海外から日本に戻ってくるにあたって、昔はMySOS っていうアプリが、赤いアプリがあったんですけど、それが、11月の1日から新しくこのビジットジャパンウェブという、ものが、これデジタル庁が作っているもので、前はアプリベースで作ってたんですが、今回これホームページ、ウェブベースのものに変わったということで、ここにですね、いわゆる日本帰国には、現状においてワクチン3回以上の接種証明書、もしくは2回以下の方は、現地で帰国前72時間前を切った段階で受けた PCR の陰性証明書。これをアップロードすることで、この手続きをすることで、日本に着いた時の帰国の手続きが早くなるという。してなくても書類が整っていれば、長い距離歩かされます、羽田だと。5倍ぐらい歩かされます、場合によっては。すごい大きい遠回りして、その書類をチェックするカウンターがあって、それをチェックして OK が出れば一応入国できるんですが、これを登録しておけば、もうほとんどコロナ前と同じような感じで日本に入国できるんですが、ここはビジットジャパンウェブっていうふうに検索をかけると、ページが出て、そこからまたボタンを押すと。で、登録をするという流れになるんですが、ここでちょっと注意必要なのが、必ずメールアドレスの登録というのが必要ですので、一つの、メールアドレスで、ちゃんとスマートフォンで受信できるように、しておいていただくと。普通に働いたりしてる人は皆さん大体スマートフォンにメールは入ると思いますけど、いろいろ Gmail とか Yahoo メールとかでもこれでも何でも構わないので、ただ僕もそうですけど、ちょっと両親連れてきて、父はメールアドレス持ってるんですけど、母は持ってなかったんで、この間ちょっと母が台湾両親行った時なんかは、結局 Gmail のアカウントを作って、それをこれボタンを押せば一応接続できるっていうのにして、やったっていうこともあったんですけど、でこのビジットジャパンウェブっていうのを登録をまずして、1ヶ月ごとにね、どんどん水際対策が緩和しているにつれて、ちょっと手続きが簡素化されていて、すでに去年の秋ぐらいまでに海外に行かれた方っていうのは、その陰性証明書もしくはワクチン接種証明書に加えて、誓約書で、この便に乗って何番の席に座ってたとか、そういうところまで、以前は入力しなきゃいけなくて、で、その宣誓書じゃないけど、その絶対必ず守りますとかっていろんなまた手続きがあったんだけど、最近はね、便名だけで、パスポート番号とかメールアドレスとか、あとその日本での滞在先の登録が、一回済ませちゃえば、メールアドレスで紐づくので、それは大丈夫なんですけど、あとはその便名とかの情報を入れれば、一応それで、僕の場合はワクチン接種の証明書っていうのを、もうスマートフォンアプリで入ってる方、それの画面を、スクショしたのとか QR コード入ったのをもうアップロードすればもう終わりということなので、もう今僕なんかはもう5分ぐらいで大体登録できるようになります。ただ1回目がめんどくさいっていう部分があるのかなっていう、そういったところが、ありますと。で、それが今度青色の表示になると、おそらく今ここ画面で出てると思いますけど、青の表示になって、もう審査が終わりましたっていうのがであれば、それを見せれば、基本的には帰国した時に、飛行機降りて、係員の特に留学生のアルバイトでされてる方が多いんですけど、ビブスを着た方に、その画面を見せるとピンクの紙が渡されて、多分ちょっと今画面出てると思いますけど、ピンクの紙が渡されて、それがあると一応チェック済みの人ですっていう。それで初めて入国審査に進むことができるんですけど、ただ登録をしてないと別のカウンターに回されちゃうんで、でももうちょっとおかしいなって部分もあって、アメリカに行くときって、アメリカにはワクチン2回接種まだいるんですよ。アメリカはそのチェックインの時に見せればもうそれで終わりで、着いた時何もないんですよ。
だから日本も別にチェックインの時にチェックすればもう二重チェックしなくてもいいんじゃないかなっていう感じはあって、もうちょっと簡素化しないと日本人はまだいいですけど、外国から来られたインバウンドの方たちがすごい苦労してる姿を、毎回結構目にしてます。そういった意味で、前はその登録が終わると、その審査が終わって青色の画面、いわゆる、書類チェックが済みましたっていう風になると QR コードが発行されてたんですよ。でそれをその検査官っていうかそのチェックをする人になんかピッてやってパスポートを渡してっていう作業があった。それもなくなって今 QR コードすら発行されなくなったんで、だから場合によって人のやつでやってもバレないんじゃないかぐらいのそのぐらいちょっとね甘いっていうのがあって、ちゃんとやるんならちゃんとやるで、もっとねもう空港のチェックインの時に現地でやっちゃえばなんかそこもっと人割かなくていいのになっていう思う部分はちょっとあったりというのはありますけど、そういった形でビジットジャパンウェブっていうのが今使われていると。それともう一個は税関申告書って覚えてます？なんかクリクリオっていうんですか、細長いやつで名前書いてパスポート番号でこのものを持ってますか、食品サンプルありますかとか、申告するものありますか、あるいは毎回書かなきゃいけなかった。あれもこのビジットジャパンウェブで登録できるようになったんです。そうなんですか。そこで登録をしとくと、楽なんですけど、今もうそっちに行けっていうふうに税関の係に言われるんですけど、空港着いてまず検疫のカウンターを通過して、入国審査がある。入国審査もほとんど自動の機械でパスポート当てて顔写真でマスク外してくださいでやるとそれで終わりで、あるんですけど、それで通過をすると、今度荷物の受け取りになりますよね。で荷物の受け取りのところに今度たくさん機械ができて、でそこにさっきのビジットジャパンウェブでやった税関の申告書の QR コードがそれをかざしてパスポートで顔写真撮影があって、顔写真撮影1回最初の時だけだったと思います。そうすると自動ゲートで税関通過できるみたいな、なんかそういうのもあって、良くなった点で言うともう紙を今ペンを探さなきゃいけないとか暗い飛行機の中で書くの面倒ですから、パスポート番号なんて正直頭に入ってるわけじゃないじゃないですか。自分の生年月日とか住所は何もなくても書けるけど、パスポート番号わかんない、便名何便でチケット見直してとか、あれの手間がなくなったっていうのはいいなっていう部分があるんですけど、ちょっと手続きが若干しなきゃいけないけど、そういったのもあるのかなってところで、だからこのビジットジャパンウェブっていうのは多分当分続くのではないかなって、日本政府がワクチン3回接種っていうのを撤廃しなければっていうところで、ほとんどの国も、僕もこれで年末台北とソウルに行きまして、もう2つともワクチンゼロでも入国できるから、いわゆる入国できるってことはワクチン接種証明書別に用意しなくていいっていうか、本当に日本に戻ってくるときだけ必要かなと。シンガポールがまだ必要かな。ない人は PCR 受けてくださいっていうのがありますけど。でもやっとね、少しずつ動き出して、入国もなんかスムーズになってきたかなっていうのはすごい感じる部分が、ありますけど、もう一息というところで、使いこなせば便利なんですけど、使いこなせないとすごい大変ですので、このちょっとビジットジャパンウェブっていうアプリ、もし海外に行かれる方、いれば、もう早めに基本情報は登録いつでもできますので、しておくっていうのが、いいのかなと。で、これさえしっかり、それとあとワクチン接種証明書をしっかり出せれば、登録できるのと。で、最後に日本の航空会社で海外から戻ってくる場合は、さっき言った画面、青くなってる画面を見せるだけでもチェック終了なんです。海外の航空会社で、便に乗ると、やっぱりワクチン接種証明書を見せてくれっていうのがあるので、画面で見せても OK なんですけど、だからこのビジットジャパンウェブの画面とワクチン接種証明書は両方、もしくはPCR の陰性証明書、両方やっぱりすぐに出せるように、しておくということは必要だし、万が一なくしたら怖いっていうのはもう、例えば家族とか友達のグループ LINE に画像データを送っとけば何かあったらそれメールで送ってとかっていうのもできると思うので、そういう形でちょっとリスクは減らすっていうのもあってもいいのかなというふうに思いますが、ちょっとまだしばらく今年海外行く人、ある程度の時期まで続くと思いますので、海外行く機会ある方はチェックしていただきたいなというふうに思います。ということで、今週の、以上、今週の深掘りコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。